作れ作れ言われるだけで井上博之と言います。はい。井上裕樹です。親子ですね。今60。僕が26ですね今。60って言ったらおかしかね。59でいこうか。まだなってないけん。誕生日が来てない。鍛冶屋歴何年ぐらいになりますか？高校卒業してからもう40年ぐらいになるのかな。僕も卒業してからすぐなんで8年目9年目ぐらいになりますね。はい。今日作るやつがあればこれですね。そうですね。これが三徳になりますね。これが出刃になります。これはだいたい肉と野菜が主ですね。魚にしてはちょっと薄めなんでさばくぐらいはいいんですけどね、骨とかはダメです。尖ってるから使いやすいんですけど、これのように魚を上手にはさばけない。これの方がいいです。万能包丁になります。重さもそう重くないんですよ。魚であればアジサバぐらいはもう簡単にさばけます。と野菜と肉も兼用包丁ですね。だからもう僕が今日する工程はもうこれ全部ですね。焼き入れて仕上げまでということですね。この辺が火作りなんで。種火がこれですね。炉の中の温度というのは測ることはあれがないんですけど、見た目で言えば橙色から黄色ぐらいになったぐらいは800度ぐらい、そのぐらいのところでやっぱ作業場します。上げれば上がった少し1000度も1300度まで上がります。これはね。でそこまで上げる必要ないんで、もう溶けてしまうんで毎日拭いて油さしてちょっとへこんどったら直してみたいな。柄の部分中子を作ります。
ばしたたびにこう形は整えていかんと余分な分が出てこんですね。こう一回一回きれいに形を整えて。これでもう出来上がりです。くくり。はい。全部これで作りも終わり。焼き生地をすっ飛ばっていうか、今の時点でもゆっくりやってやる。で、1日でその包丁が仕上げよう思ったら結構やっぱ時間かかって、ただ包丁の叩き方としてはしのぎ打ちという叩き方です。普通もバン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 叩いてしまうじゃないですか。あまりこう切ったりなんだりでしないでいいように形を作りながら叩いていきます。もうこれほとんど変わらんとですよ、大きさがちょこっとここを切るだけ、叩いた状態で製品と変わらんぐらいの形に作ります。しのぎ打ちっていうのはやっぱちょっと難しい。叩くところがまずほらこう幅こう叩いたろ、方をね。で次叩くってここを叩かんばいかんわけ。絶対ここは叩いたらいかんわけ。見れば分かるようにここが薄い、ここも薄いけどここは厚いんですよ。ここが山ごとなってるわけ。ここが厚いんです。よく包丁に穴場ほがしたりなんだり溝ば切ったりしとるじゃないですか。あれは空気が入るようにね、食材が引っかからないように、ひっつかないように。これはもう自然ともそれができてるわけ。これが手打ちのいいところ。うまくできるようになる前どのぐらい？まあ10年ぐらいですね。研ぎ3年、火作りが10年って言いますね。どがに急いでもやっぱ15年ぐらいは、どうやって身につけたんですか、技術は？とりあえず大ヤギですけど、先代言葉では絶対教えんわけね。見とけって言われたけで、あとはもう自分でするしかない。息子がなってクワとかなんとか作りよるけど、あれはなんか一人や一人じいちゃんが教えてやってうどん親父がおかしかなと、可愛かとかなと、孫の方がね。ほんと刃先だけ切ってます。切り方なんかミリ単位でなんですよ。こんな感じで切れてますんで、ね、幅が出たら幅が出たなりに作っていきますので、それが手打ちのいいとこです。型にはめたりは絶対しない。こんな感じになります。焼き生しろしてグラインダーを、なったらダメやけんね。赤黒い時にやめときます。あんま温度上げたらいかん。黒男だけど赤い久保もあるんですが、赤い。これが言うた打ち出しハンマーね、これ高いんです。ここが卵かな。これが真ん中だけ平になってる。何遍も何遍も小雁作業はするわけいかんから、もうまとめて本当は100本でも200本でもね、同じあれをしたいわけですね。そんくらいまとまれば値段的にも安くじゃないけど売れるわけ、包丁。
自体を10本とか20本ね作って仕上げよったらやっぱどうしても2倍3倍になってしまう。手間がかかるんで。今焼いたやつをまだ熱いうちに叩きます。これ生打ちという工程ですね。ただ生打ちをする前に焼き生しをしとかんともしかして鋼が割れる恐れがあるんで。手で打ち鳴らしますね。この包丁はここまっすぐじゃなからんといかんから、まっすぐここからここまでがどうしてもこう膨らんでくるんで、これを落としてやるんですよ。グラインダーの目の粗いからちょっとこうやっぱガタガタしてるのにね、それをペーパーバフできれいにグラインダーとか砥石とか飛んできて目に絶対入いけんか。自分でも取るけどこうやってねえ、何回か取ってやったな。俺は1回は自分で取ったけど1回は病院ね、そうね、今まで一番きつかったことはやっぱ工場は建てた時、普賢岳の土石流となって流れてきて家ごと工場ごと海までドドド船に避難しとった。バンバン雨降るんで家の全然中とさ、その辺の家がうち中よね仕方ないよねみたいな感じ。自然災害やってね、とりあえずアルバイトばしとったらトラックの運転、土地は保証してもらったんで、それを担保にお金を借りて工場を作るか、そのままアルバイトじゃなくてそのトラック運転で終わるか、親父と話してやっぱ鍛冶屋がいいなって、もう一回立て直すかということで、ここなんかこうそっちは土手になっちょっとばってんか、それからずらーっとこうだんだらーっとした坂やったとよ。この土は島原の土を持ってきとる。その土石流で流された時の土をここに持ってきたわけ。ダンプで何倍も持ってきたよ。で埋め立ててまっすぐしてこう平地にしてから工場を建てて機械ば入れて全部自分で作りました。
これは赤土ですね。刃先だけなんですけど、土を塗ってこんな感じで焼けた鉄を水につけた時にブクブクってあぶくが立つでしょ。表面に空気の層ができるから冷え方が均一にならんとですね、それができないように赤土を塗ってやる。鉄は焼いてこれ入れてお湯はですね、冷たいまんまでやっぱりちょっと焼き入り方がひどいんで、ちょうどお風呂のお湯ぐらい。魚とかほら作るところは赤松の炭でやってるんですよ。松炭ですね。じゃないといかん。刀はできんとです。自分で切りに行くんですよ。山見つけて、そこの山の人に頼んで切らせてくださいいうことで切ってきて置いとくんです。昔はそれを炭窯に持って行って炭は焼きよったですね。うちも松炭で焼き入ればしよったもんで、炭にしてから本当は使った方がいいんですよ。火床が壊れてるんで、今年の夏に修理しようかなと思ったんですけど思ってるんですけどね。松を使うかというのは炎が強いんですよ。普通カシの木とかなんとかやったらトロ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 燃えとばってんか、松は赤松はいっぺんに燃えるんですよ。焼きムラのないように焼いて焼きを入れる。鉄の焼け具合は見らんばいかん。明るいとこと暗いとこじゃ全然色の感じが違うんですよ。で、暗いとこでやらんと色がわからん。で、さっきは割り寄った松の木ね。水をよ。これ井戸水。あんまり飲んだらいかんけど。水道水っていうかね、カルキが入ってるでしょ。カルキは抜かんばいかん。鉄にはあまり良くない。やっぱ錆びたりなんだりがするんで。楽しい部分ってどういうところに感じます？商品ができた時、出来具合が見るのがやっぱ面白かね。やっぱ完成品っていうのがなかけんですね。もうこれ以上はでけんっていうのがないんですよ。もう次やから。もう次はこういうの作ってみようかとか。そうもまた面白いっていうや面白い。いろいろ作るのが。あとはもう買われた方が喜んでくれればそれでも十分。温めながらこの歪み取ります焼き入れたんで。次は研ぎの工程ね。もうこれはもう研げますんで。
穴研ぎなんですけどね、はい、もうこれでとりあえず刃がきれいに立って、これ仕上げ時です。天草砥石ですね、これね。小原砥石、はい、これが仕上げ時。天草砥石。帰りがまだ出てるんで、刃先に取ります。これで。これがまあ1000番ちょっとのところね。これをワイヤーブラシに絡めて鋼の艶を出します。とりあえず研ぎはこれでおしまいです。顔を洗ってきます。はい。温泉好きでね、意外と。もうどこまでも島原に行ったり、行くときは熊本までとか、佐賀とか、サウナとかやっぱ、入りたいときは入りたいと思うのね。やっぱ違うとよ、ここで汗かくと、サウナでやっぱこう流して、ゆっくりしてから飲むビールは美味しいですよ。早切りの元かな。水分取ってきれいに拭き上げるんです。
喜んでくれなくていいか。あれは良かったよとか言われたらやっぱ使いやすかったとか、よく切れたよとか言われたら、まだ切れるとこ作ろうかなとか、やっぱ思うっていうんか。まあ毎回毎回そう思うだけでね、そう進歩はせんとばってんか。改めてやっぱ親父とかが作ったやつは見ればも全然、やっぱ違う。やっぱ上手。鋼の出し方とか、入れ方出し方ね。真似はせんけど、それ以上のものをやっぱ目立たんとっては思うばって。うん。